あなたは何一つ報われない人生に絶望せずにいられますか？遡ることおよそ18年前の2004年、舞台はメキシコの首都メキシコシティ。住人が次々と考察される連続殺人事件が発生し、人々は恐れおののいていました。被害者は皆60歳を超えた高齢の女性。それぞれ自宅からは金品が持ち去られており、強盗目的の殺人と考えられていました。目撃者の証言によると、犯人はがっちりした体格の大柄な人物。警察はその犯人像をもとに捜査を進めるんですが、正体はなかなかつかめず、逮捕に3年もの月日を要した結果、被害者は数十人規模にまで膨れ上がってしまうんです。そして迎えた2006年1月25日、警察はついに犯人を逮捕。国民は意外すぎるその正体に騒然とするんです。犯人の正体はなんと人気の女子プロレスラーだったんです。高齢女性ばかりを狙い殺人を繰り返した人気女子プロレスラー。一体何が彼女を連続殺人鬼に変えたのか。それは運命に見放された彼女の行き場のない怒りだったんです。ソーリーに乗ってる途中で海でボート漕いでる奴ら結構疲れてると思う。ケンちゃんです。あなたを温める毛布になりたいやみやみこです。本日ご紹介するのはメキシコで起こった連続殺人事件について。この事件、なんと犯人が意外な人物だったことで非常に注目を集めた事件なんです。意外って何よ？意外にも色々あるわよ。それがなんと犯人は人気の女子プロレスラーだったんです。なんか初めて格闘技系の方が事件を起こしたみたいな事件ね、今回。そうなんです。ただね、この犯人もちろんね、何か理由もなくね、そういったことを起こしたわけではないんです。この女性の犯人なんですけど、この犯行のね、背景には、彼女の人生にまつわる非常に深い憤りが関係していたんです。そんな悲しい連続殺人について、まずは事件の概要から見ていきたいと思います。沈黙の貴婦人。遡ることおよそ18年前の2004年、メキシコの首都メキシコシティ。また奴の仕業か。殺人事件の現場検証に訪れた警察官は険しい表情でつぶやきました。被害者は一人暮らしの60代女性。自宅にあった電気コードで首を絞められて亡くなっていました。家の中が荒らされ、金品がなくなっていることから強盗目的の犯行であることは明らか。そして同時に警察はこの犯行がここ1年ほどの間に発生している連続殺人と同一犯によるものだと確信していました。実は2003年以降、メキシコシティでは全く同じ手口で20人以上の女性が殺されていたんです。どの事件でも被害者は殴り倒された後、電気コードやストッキング、もしくは素手で絞殺されていました。くそ、卑劣な野郎だ。怒りをあらわにする警察官。それもそのはず。この犯人が狙うのはいつも決まって一人暮らしの高齢女性。犯人はわざわざ力の弱い彼女たちを標的に犯行を繰り返していたんです。現場近くには決まって公園があり、犯人は散歩にやってくる女性の中からターゲットを定めていることが見て取れました。これは確かに卑劣ね。っていうか、かなり力任せに無理やりやってるって感じの犯行ないよね。そうなんですよね。手口がね、結構荒かったことからも、警察は当初犯人は男性だと思っていたんです。そして、この勘違いがかなり捜査の障害になっていたようなのです。被害者が家族のいない高齢女性となると、その分遺体の発見が遅れることもあり、犯人の特定は困難を極めました。現場の近隣住民から目撃情報が寄せられたこともあったんですが、実はその目撃情報も警察の捜査をさらに混乱させることになるんです。犯人は背が高くてがっちりした男だった。でも女物の服を着ていたような。目撃情報を得た警察は市内の女装家やトランスジェンダーに対象を絞り捜査を展開。誰も犯人が女性だとは考えていなかったため、その正体にたどり着くはずもなかったんです。そうしているうちにあっという間に3年が経過。その間、犯人はまるで警察を嘲笑うかのように犯行を繰り返しました。その結果、被害者の数はなんと40人以上にも膨れ上がってしまうんです。40人ってもう警察もいつまでも男だとか決めつけてたら捕まんないわよ、これ。ですがね、この48人目の被害者が他の被害者とは少し違った事情を抱えていたんです。そしてその異なる事情がなんと事件解決への糸口となっていくんです。48人目の被害者を殺害し、近隣を逃走していた犯人はすぐさま警察に取り囲まれました。実のところ48人目の被害者はアパートの大家で、被害者の部屋にはアパートの住人が頻繁に出入りしていました。そし
してこの時も犯人が部屋を出てすぐ大家の部屋を訪れたアパートの住人がたまたま遺体を発見し、早々に警察へ通報したんです。こうして3年にもわたり街を恐怖に陥れてきた連続殺人鬼がとうとう逮捕されることになりました。その正体はメキシコ式プロレスルチャリブレで活躍していた女子レスラーフアナ・バラザ。リングネームは沈黙の貴婦人。皮肉にも誰にも気づかれず数十人を手にかけたその犯行手口を象徴するかのような2つ名を持つ人物でした。フアナの逮捕が報道されると国民の間に一気にざわめきが広がってくるんです。48人も殺した殺人犯がレスラーだなんて国民みんなめちゃくちゃ驚くんじゃないこれね。まあでもさ、ルチャリブレって初めて聞いたんだけど、メキシコではプロレスのことルチャリブレってそのまま言い換えてるってこと？実はですね、このルチャリブレ、今おっしゃられたように日本のプロレスと実は深い関係があるんです。というわけで本日のネトラキーワードはルチャリブレについて。メキシコはアメリカ、日本と並んでプロレスが国民的スポーツとなっている国です。メキシコ式プロレス、ルチャリブレは正統派と悪役の対立構造、覆面レスラーの活躍などが特徴。その派手な試合展開から漫画や映画の題材にされることも多いんです。ルチャリブレから海を越えて日本のプロレスにやってくる選手も数多くいます。中でも代表的な選手は千の顔を持つ男の異名で知られるミル・マスカラス。華麗な空中殺法で日本のプロレスブームを牽引したこの選手は2021年秋に旭日走行賞を授与されているんです。そんな国民的人気を誇る女子プロレスラーのフアナ。なぜ彼女は連続殺人犯になってしまったのか。実はフアナは驚くほど壮絶な生い立ちを抱えていたんです。そしてプロレスラーになったことも殺人犯になったこともその生い立ちが関係していたんです。ビール3本分の人生。1958年12月27日、メキシコシティ北部の農村地帯でフアナは生まれました。生まれた頃から父親がおらず、母親と2人で暮らしていたフアナ。その暮らしはとても幸せとは言い難いものでした。フアナ、こっちへ来な。母親はフアナに思い切り平手打ちをするとこう吐き捨てます。あんたの飯代がかかるせいで酒を買う金がなくなっちまったじゃないか。仕事もせず毎日酒に溺れる母親。当然のように生活は貧しく、母親はその鬱憤をフアナへの虐待で晴らしていたんです。学校にも通わせてもらえず、フアナは年頃になっても読み書きさえできない状態でした。生まれた時からすでに大変な人生じゃない、本当に。しかもですね、フアナこれからね、さらに過酷な人生が待ち受けていたんです。それはフアナが13歳になった頃。フアナ、ちょっと出かけるよ。ついてきな。いつもは娘のことなど相手にもしない母親が突然フアナにそう声をかけてきました。フアナは怪げに思いながらも言われるまま母親についていきます。ママ？母親に連れられ、たどり着いたその場所の様相に唖然とするフアナ。それもそのはず。そこには柄の悪い男たちがたむろする酒場で、とても子供が出入りするような場所ではなかったんです。そして母親は動揺するフアナのことなど気にも留めず、近くにいた見知らぬ男にこう話しかけます。ねえあんた、私の娘ビール3本で買わない？うわ、信じらんないわね、本当に。何考えてんのかな、母親。マジでね、こんなことする親っているんかっていうね、そういう言葉しか出てこないですよ。それからというもの、フアナには地獄より辛い日々が待っていました。フアナを買った男は彼女をベッドに縛り付け、来る日も来る日も性的暴行を繰り返したんです。結局はその後、フアナは親戚によって男の元から救い出されるんですが、その心と体に一生かけても消えないほどの傷を負うことになってしまいました。ただ、この時救い出されたフアナの態度は毅然としたものだったんです。せっかく生まれてきてくれたこの子に、私のような不幸な人生を歩ませるわけにはいかない。そう、フアナの腕には男との間に授かった息子が抱かれていました。たとえそれが望まない妊娠であったとしても、息子を授かったことで彼女の胸には新たな覚悟が生まれていたんです。そこからフアナは清掃業やキャンディー売りなど学校へ通っていない自分でもできる仕事を探し、身を粉にして息子を養っていこうとします。フアナはね、親に恵まれないことの辛さを知ってたからこそ息子にこんなにね、親身になってあげられたのかもしれないわね。そうなんですよね。自分のね、子供を守るためにもね、ルチャリブレっていうものにこう向き合っていったんです。フアナがルチャリブレと出会ったのは1988年、30歳を迎えた時のことでした。この頃には彼女は2度の結婚を経験。子供も4人に増えており、夫と共働きしているとはいえ、家計は相変わらず厳しい状態でした。そこでフアナが新たな職場として選んだ場所がメキシコ式プロレスルチャリブレの会場。この会場の売店の仕事を始めたことが彼女に思わぬ転機をもたらすことになるんです。君、プロレスをやってみないか。ある日、いつものように売店の店先に立っていたフアナにそうやって声をかける男性が現れました。男性はルチャリブレの関係者。長身で体格が良く、売店でもひときわ目立っていたフアナをスカウトしに来たんです。
私が突然のスカウトに驚きを隠せないフアナ。しかし彼女に断る理由はありませんでした。レスラーの報酬は今までの仕事の給料とは比べ物にならない金額。家族のために収入を増やしたいと考えていたフアナにとってこのスカウトはまたとないチャンスだったんです。すごいじゃないのよ。てか、フアナは自分からレスラー目指してたとかっていうわけじゃなかったのね、そもそもが。そしてね、この先もね、彼女の人生好転しなかったんです。こうしてフアナは沈黙の貴婦人のリングネームでプロレスデビュー。ピンクのコスチュームと蝶のマスクを身にまとい、多くの観衆を沸かす日々に身を委ねていきます。収入も安定し、これまでの苦労がようやく報われた瞬間に見えていました。しかし運命はフアナに対し、この後もあくまで残酷であり続けるんです。1994年、フアナがレスラーになって6年が経とうというこの頃、彼女は再び離婚。いくらレスラーの稼ぎがいいと言っても、一人で子供4人を育てていくのは難しく、アルバイトの掛け持ちを余儀なくされるんです。そうやって休みなく働いていたある日のこと。試合中背中を押さえリングの上で苦しそうにうずくまるフアナ。この時彼女は選手生命を絶たれる怪我を負ってしまったんです。働き詰めの無理がたたり、ついにプロレスができなくなってしまったフアナ。ようやく手に入れた華々しい日々は突然終わりを告げ、生活は再び困窮を極めることになってしまいます。さらにフアナに降りかかる不幸はまだまだこんなところでは終わりませんでした。これ以上どんな不幸がフアナにあるってのよ。いや本当ですよね、これさえなければね、フアナは殺人鬼になっていなかったかもしれないんです。そのくらいね、衝撃的な出来事が起こってしまうんです。フアナがレスラーを引退して4年後の1998年。先生、ホセは息を切らしながら病院へ駆けつけたフアナ。残念ですが、医師のその一言にフアナはその場で膝から崩れ落ちました。ホセとは彼女が最初に授かった長男のこと。24歳を迎えていた彼はギャングの抗争の流れ弾を受け亡くなってしまったんです。ビール3本で自分を買った男の家から逃げ出したあの日から、授かった子供たちを守るため懸命に生きてきたフアナ。運命はそんな彼女を嘲笑うかのように、フアナが何より大事に思っていた長男ホセの命を奪ってしまったんです。せっかく生まれてきてくれたこの子に私のように不幸な人生を歩ませるわけにはいかない。フアナの脳裏にはホセと共に男の元から逃げ出したあの日の誓いが何度となく虚しくフラッシュバックしていました。ひどすぎる。フアナはただ単にね、子供たちを一生懸命育てようとしてただけだったんじゃないのよ。ここまでね、こういう出来事続いていくと頑張る気力も失っちゃいますよね。そしてフアナは心の支えだった息子を失ってしまうことで、ついに一線を越えてしまうんです。怒りの矛先。2006年1月25日、時刻は午前11時を回った頃、買い物を終えた高齢女性アナ・マリアは荷物を抱え自宅に向かって歩いていた。主人が亡くなってから何でも一人でやってきたけど、だんだん体が言うことを聞かなくなってきたわ。年は取りたくないものね。そうやってシックハックしながら荷物を運んでいると、アナに声をかけてくる人物がいた。おばあさん、荷物重たいでしょう。よかったら家まで運びましょうか。アナが顔を上げると、そこには男性と見間違えるほど大柄な女性が立っている。人懐っこい笑顔を浮かべる彼女は、アナが答えるよりも先に荷物へ手を伸ばしていた。どうもありがとう。助かったわ。家の中まで荷物を運んでもらったアナは女性に向かって笑顔で挨拶を告げる。すると女性は続けざまにこんな話を切り出した。実は私、普段はホームヘルパーの仕事をしていまして、せっかくご自宅まで来させていただいたので何かお手伝いでもさせていただきましょうか。まあ荷物を運んでもらったし、何もなしっていうのも申し訳ないわね。そう考えたアナは次のように答えた。それじゃあ22ペソで洗濯をお願いできるかしら。すると女性からは予想外の言葉が返ってきたのだ。少なすぎます。確かにアナの言った金額は相場より低かったのかもしれない。しかしアナはそのぶつけな言い方に無性に腹が立った。そしてつい皮肉混じりに後悔してしまうのだ。わざわざ押しかけてきて結局お金が欲しいだけなんじゃない。そう口にした瞬間、アナの背後からその首元に何かが垂らされた。何？アナがおかしいと気づいた頃にはもう遅かった。アナの後ろに立っていた女性は彼女の首に巻きつけた紐を力いっぱい締め上げる。息ができない。アナはあっという間の出来事に訳もわからないまま殺されてしまった。ホームヘルパーのふりしてお年寄りの家に上がり込もうとしてたの。そうなんです。最初はね、金品を盗むだけのつもりだったんですが、次の経緯によりついに殺人に手を染めてしまう。長男のホセを失って以来、フアナは真面目に働くことが馬鹿らしくなり、ホームヘルパーを装って高齢者の家に上がり込んでは盗みを働くようになっていました。そんな生活を送る中、ある時家主に盗みがバレてしまうんです。これだからあんたみたいなお金のない人は油断ならないんだよ。家主がそう口にした瞬間、フアナの中に次のような感情が湧き上がります。私はどれだけ必死に働いても幸せになれないのに、この人たちは何もしなくてものうのうと暮らしていける。人の苦労も知らないでバカにしやがって。
次の瞬間にはもう家主の首元へフアナの両手が伸ばされていました。こうして最初の殺人を犯してからタガが外れてしまったフアナは以降3年間で48人もの高齢女性を手にかけていったんです。高齢女性ばかりを狙ったのはひょっとすると自分を捨てた母親と同じ年の頃の女性にその姿を重ねていたからなのかもしれません。2008年フアナは17件の強盗殺人で有罪となり懲役759年の判決が言い渡されました。現在も服役中の彼女は刑務所の中で一体何を思っているんでしょうか。